ろみです。今日も一日お疲れ様でした。さあ今夜は一つね、マシュマロ質問箱に恋愛相談をいただきました。それに対してちょっと私なりに思っていることをお話しさせていただきたいなと思います。では早速相談内容を読みます。ひろみさんこんばんは。ずっと相談してみたくて今回投稿します。今私は彼女がいる人を好きになってしまっています。彼女と彼は今ほぼ絶縁状態だけど、一応別れたわけではないという感じです。彼とは職場が一緒で、お家で会ったりご飯を食べに行ったりしています。別れたら付き合うと言いながら、なかなかその素振りを見せず、それを問うと、そういうの聞かれるのめんどくさいと言われてしまいます。仕事が忙しく、別れ話をする気力がないらしいです。確かに仕事は忙しいです。私は好きなので会える日を心待ちにしている状態ですが、白黒はっきりしてほしいし、もやもやしています。ひろみさんはこの状態をどう思いますか？また私はどうするのが正解なのでしょうか？といただきました。ありがとうございます。そうですね、言葉よりも行動を信じるべきなんですよね。人って男女問わずで、この前遊び人は遊び人から抜け出す方法があるのかっていう動画を出しましたけど、結局上手な人ってすごい口がうまくって、でいい風にね相手を納得させる、ある意味私は詐欺師だと思っています。で詐欺師のことを好きになってもねいいだろうし、それで幸せなら何にも問題はないんですけど、それによって自分がモヤモヤしたりとか、寂しかったりとか苦しかったりとか辛いっていうね、そういうマイナスな感情がある時点で、私はそれは正しくない方向に向かっているサインだと思っています。自分の気持ちが分からなくても、なんとなく居心地が悪い感じってありますよね。今書いてあるモヤモヤっていう気持ちのように。だからモヤモヤしてるっていうのは今正しくない方向に行ってる証拠だと私は思いますね。だから多分この方も気づいてると思うんですよ。彼は誠実に自分に向き合ってくれてないなっていうこと。でも惚れてしまってるし、物理的に会って体の関係もあるのかな、お家に行ってるってことは多分あるんだと思うんですけど、それによってやっぱり、一瞬かもしれないけど彼に求められてる感情とか感覚とか肉体的な癒しとかっていうのでほだされちゃってるのかなと思います。そういう感覚もすごくよく理解できます。だけどそのモヤモヤしてる感覚っていうことだけをね、もう信じればいいと思うんですよ。それは本当に正解だから。何が正解だと思いますかって文末にあるけど、あなたの気持ちが多分教えてくれてるんだと思います。で本当にこういう男の人っていて、私さっき詐欺師って言いましたけど、今好きな人のことをねそんな風に言われるのはとても心外だと思うし、傷つけられたって思ってらっしゃるかもしれません。それはごめんなさい。でも私はそういう人がとても嫌いです。不誠実な人が。私はね、だって明らかに傷つけてるじゃないですか。あなたの気持ちを利用してお家に行ったり満たしているわけですよね、欲求を。でもそういう別れ話をしてよって言ってくるとめんどくさいっていう、とてもひどい言葉、冷たい対応するわけじゃないですか。誠実さのみじんも感じられないですよね、私からしてみると。これは本当にとても私の嫌いなタイプの人間で、こういう人はでも一定数います。でこういう人にね振り回されるほどもったいない時間はないんじゃないかなって私は思うんですよ。今好きになってしまってるから、その人のことが一番に感じられるだろうし、求められてる、好きって言ってくれてる、だから先のことを期待してしまう気持ちもわかります。でも先に
最初にね言ったように、男女ともに人間っていうのは言葉よりも行動で見るべきです。学歴よりも今やってることで見るべきです。過去よりも現在を見るべきだし、今やってることが全てなんですよね。なんかよく過去の栄光を語る人っていますけど、私人事で面接の仕事とか結構やってたんですけど、優秀じゃない人って過去の栄光を語りがちなんですよね。そう、なんかあと難しい言葉を使いがち。そんな話はどうでもよくて、じゃあ今この会社でどんなことができるのか、やりたいのか、そのためにはどうするのか、そのために今何やってるのかっていうことが一番大事じゃないですか。それを例えば今仕事の話で言いましたけど、恋愛で置き換えると、あなたのお家に来る、好き好きって言ってるっていうのが今やってることで、別れ話を提案するとめんどくさいって言われる、やってること、彼女と絶縁状態と言いながら別れない、やってることって、今その彼がやってることを冷静に俯瞰した時にどう思いますかっていう感じ。多分ここまで私に強く言われなくっても、多分ご自身で分かってらっしゃるんじゃないかなって思うんです。でね、今彼しか見えないかもしれないけど、人口の約半分は男性なわけで、たくさんいるんですよ、いい人って。で、あなたがここの場所からね変わると寄ってくる人たくさんいると思います。っていうのも、離婚した女性って結構モテるんですって。これは離婚されたね先輩ママから言われたんですけど、なんでかっていうと、子供をね、例えば子供がいたら子供をね抱えてね、女手一つで育てていくっていうその覚悟がすごく魅力に思う人がいるらしいんです。で、確かにこう離婚しようかどうしようかって悩んでる時よりも吹っ切れた後のママの方がすごくたくましくって、その人らしさが出てすごく生き生きしてるって、子供もとても明るくなるとかいう話って結構聞くんですよ。で、大体そういう人はね再婚して幸せになっていくっていう、そんな話もよく聞きますけど、なんかね、結局モヤモヤしてる状態の殻の中でずっといると、そこから自分がもらえるなんかプラスになることって広がっていかないんですよね。で、モヤモヤしてるよって体が教えてくれることに対して反応をして、じゃあ今辛いけど、例えば彼に本気でね私のことを思ってるんだったら別れて、でそれができないんだったらこの関係は終わりにするって完全に切ることって仕事場も一緒だとなかなか難しいかもしれないけど、そこはぐっとこらえてもう連絡を絶つみたいなことをしてみると、どんどんねいいものがね寄ってくると私は思っています。ただそれまでは結構辛いと思います。だって近くにいるから目に入っちゃうし、仕事が忙しいと他の人と会うチャンスなんてないし。でもね、目に見えないものって本当に確かに働いていて、それは自分が変わることによって寄ってくるんですよね。一回なんかそれを信じて勇気を出してほしいなって私がこの方の友達だったら言う。こういうことをね、なんか例えばこれは結婚してないパターンですけど、結婚してるそのいわゆる不倫関係になった人とかにね言うとね、もう当事者同士って気づかないから怒るんですよ。彼はそんな人じゃない、別れるって言ってくれてる、私のために離婚するって言ってくれてる、すごく愛情を感じる、だけど今はちょっと家庭の問題があってまだ長引いてるらしいとかね、平然と言うんですけど、今やってることをね見た方がいいし、今その自分の顔をね鏡で見た方がいいって思うんですよ。何かしらやっぱり、もやもやしてるのは彼女もねあって、やっぱりいい顔はしてないんですよね。そう、全てその自分のオーラとか顔とか表情とかここに出てくるから、それがサインだと思った方がいいのかなって一つ思います。で、職場も一緒で、完全にねこの人と離れる方向で話しちゃってますけど、私は本当に不誠実な人だなって思うんで、きっぱり別れた方がいいと思う。もっともっといい人と出会って、もっともっと美しくなるぞってなりたいって思うのならば、いい人に出会いたいって思うのならば絶対に別れるべきです。で、彼がもねごめんって、本当に彼女とね絶縁状態だったからそのまま
慢してたんだけど君を失いたくないからもう本当に別れたって、休みをねもう有給取ってでもその彼女のところにいて別れを告げてきたぐらいにもし言ったとしたら、それは今彼がやったことっていうことでそこを評価すればいいと思うんですよね。だからその自分をなんて言うんだろうな、適当にあしらう人にそのままにされてほしくないなって思うんですよ。こうだんだんなんか惚れた弱みっていうんですかね、なんかそこにつけ込んでくる人ってやっぱ一定数いるわけで、それで満足することって一瞬はあるかもしれない。お前のこと愛してるよって言われたり、抱きしめられたり、キスをしたり、体を関係を持ったりって満たされるかもしれない。でもその後もずっと満たされてるかなっていうことを基準にした方がいいと思う。日中も彼に大事にされてるなっていう感覚があって、どんな時も守られてる感覚があって満たされてるのか、それとも物理的に合わない時は不安でしょうがなくて、なんかモヤモヤしていて、彼女が今の彼女と彼が今の彼女とまだ続いてるっていうちょっと情報を聞いてしまったら、もうなんかすごい逆上するような、そんなイライラが止まらないとか、そういう負の感情っていうのはそれがもう答えなので、今の状態を何かしら変えた方がいいと私は思いますね。だからなんだろうな、そうね、めんどくさいって言われてる言うのはちょっと相当失礼だなって思うけどね。まあなんだろうな、どっちの答えも NG だと思うんですよ。別れ話進めてるからちょっと待ってねとか言うのもうさんくさいし、めんどくさいってお前人を何だと思ってんだって思うし、なめんのも大概にしろよって私だったら思っちゃうかな。仕事が忙しいを言い訳にする人は大成しません。仕事が忙しくて何々できない、仕事が忙しくて連絡できない、それはあると思う。でも仕事が忙しくて連絡ができないのであればやれることってありますよね。例えば週に1回この時間だけはちょっと会うとか、月に1回こうするとか、仕事ができる人はそういうことをしますとか、仕事が忙しくて今恋愛できないっていう期間にする人もいるわけで、仕事が本当に忙しいなら恋愛とかイチャコラしてる暇なんてないんですよ。で、そういう人が一体失いたくないんだったら何とかします、人は。だから仕事が忙しいを言い訳にしてる時点でもう点でおかしいと私は思う。だからね、ちょっと同じような話になっちゃうんですけど、好きだともうね苦しいし、相手の言ったことを信じちゃうし、期待しちゃうのもすごくよくわかります。でもね、今やってることだけを見た方がいい。将来一緒になろうとかそういうことを言う人ではなく、そこでもいいんだけど、じゃあ今そのために何してますかっていうことだけを一回見てほしいなって思う。で、そのモヤモヤとかイライラとか不安な気持ちとか、それは全てあなたに教えてくれるサインだから、そうね、もしじゃあ別れたとして、その今の彼とね、絶対多分見ちゃうと気持ちが戻っちゃうし、また家に来るようななんか関係とか距離感だったらね、なかなか断ち切るの難しいかもしれない。だからそこはね、本当にね、難しいんだけど、いっそのこと職場変えるっていうのもありだと思うし、とにかく私は搾取する人から逃げるべきだと思う。その人からはこれ男女関係なく自分の気持ちを軽く見てくる人とか、自分の体を軽く見てくる人とか、自分のことを、あなたのことを大切に尊敬してくれてないなっていう人に関しては一切立った方がいいと私は思っています。それで近所付き合いが悪いと言われようと、それで友達があなたは全然いないよねって言われようと全然構わないって私は思うんですよ。っていうスタンスになってから、不思議なことに私は生まれて初めて
自分と本当にフィーリングとか価値観が似たような人たちと出会うことができました。ありがたすぎて涙出ちゃうぐらい、私今まで人に相談とかねしたことなかったんですよ。聞く専門で、ずっとちっちゃい時からそうだったんでしなかったんですよね、人にはね。なんだけど29歳で開業してから出会った人がびっくりするほどあったかくってびっくりするほど近い人で、大人になってからこんな風な話がねできて、こんなあったかい言葉をかけてくれる人と出会えるんだっていうくらいびっくりしたんですよ。だからそういうことがあるんですよ。だから私がもしアドバイスをしたいなってするのであれば、まず自分を大切にしてくれる人以外とは付き合わない、そこを断ち切る。それで一瞬一人ぼっちになっても全然大丈夫。もし一人ぼっちになっちゃったらね、お話ししましょうお話ししましょうって言い方もなんか雑だけど、なんて言うんだろう、絶対にいるから、絶対に来てくれる。とにかく搾取をされないっていうのが本当に大事だと思う。だってバカにしてますよね、そんな人の気持ちを逆手にとってじゃないけどさ、都合のいい時だけ来てさ、それは男男女関係のみならずね、なんか友達としてもありますよ。仲の良さそうな雰囲気出して、こっちが何か言うと逃げてったりとかで、調子の悪い時だけ来たりとかっていう、そういう人もいるわけで、そういうテイカーっていうんですか、ギバーとテイカーだったら取っていく人ばっかりって言って、それは私友達でも何でもないと思うし、恋人でも何でもないと思います。あなたはあなたの心と体とあなたの気持ちとっていうのをまず守ってほしいなって思うんですよ。愛されるべきだし、大切にされるべきだし、そんなことをしてくれない人はもうガン無視でいいと私は思う。それはその場から離れるのは好きっていう感情があればあるほど辛いと思うけど、別にその人をこの世のね、なんか消滅させるとか自分の記憶から抹消するっていうことではなくて、スッて離れればいいんですよ。ごめんもうバンって閉めるわけじゃなくて、さっていなくなる感じっていうのかな、が今のところ私が編み出したじゃないけどすごく大切にしていることですね。その結果ものすごく精神衛生上すごくいい状態が続いてるなって思うし、お友達なんて一生に一人いたらいいんじゃないかなって思うんですよ。好きな人とか恋人とかパートナーも変わっていくからね。今私は夫がいますけど、お互い変わっていってお別れになる時だってあるかもしれないし、それはすごい普通のことだと思う。一緒に変わっていけたら最高だけど、だからそこに変に怯えなくてもいいんじゃないかなって思います。だからその自分が寂しいって思うその時間があればあるほど彼のことを思い出しちゃったり苦しくなったり、なかなか一歩踏み出せなかったりするから、そこはもうちょっとね頑張ってね、無理やり忙しくする、ジムに行ったりとか習い事始めたりとか YouTube 始めたりとか、いろんなことできる時代だからこそ、無理に時間を埋めるっていうのは一定期間必要かもしれないですね。でもそうしているうちにだんだん流れが変わっていくのがわかると思います。一回ね、どの動画だったかな、トライアングルの法則の話をしましたけど、私がとある YouTuber の方の話で感銘を受けた話でね、その人も失恋をしてお母さんに言われたことらしいんですけど、トライアングル、三角形って底辺がね、点と点が離れてますと、それはいわゆる自分にふさわしくない人との恋愛状態で、ふさわしくない人なんだけど、お互いね一生懸命無理をして歩み寄ってやっと近づくような距離感の人ではなくて、自分がどんどん上に上がっていく、自分を磨いて自分の時間を充実させることによって何にも無理をしなくても、ただ自分でいるだけでふさわしい人にミートする、頂点に達した時にちゃんと点が一個になるように、ちゃんとですねふさわしい人に会えるんだよっていうような、そんな話だったんですけど、本当にその通りだと思います。だからここに上がるまではとてもちょっと寂しいかもしれない、苦しいかもしれない、思い出しちゃって戻りたくなるかもしれないんだけど、も
もし彼が本当に自分に運命の人並みに会った人だったら、一緒にね多分上がってまた会うと思います。でもし違ったら、自分が上がっていったら最高な人に会うと思います。いずれにしろここをやっていくと会えるので、私がこの方のなんかお姉ちゃんとかお母さんとか親友とかだったら、とにかく自分を大切にしてくれない彼とは別れてほしいし、その答えは多分もう出てると思うし、その後ちょっと大変だけど今この坂を登ってる時だとか思って、ちょっと時間を無理やりね使うようにしてほしいなって思う。ちょっと大変で辛かったらまたこんな風にメッセージ送っていただいてほしいなって思うし、みんなねまるっとね愛してくれる人が私はいると思ってて、なんか無理にねちょっと傷つけられながらもねその人のぬくもりに滞在することはないと思います。いやでも私このような人が近くにいたら平手打ちしちゃうかもしれないな。口が悪いですね。そんな感じです。ちょっと今日はちょっとねカッカしちゃってごめんなさい。好きな人に対してこんなこと言われたくないっていうこともいろいろあったと思うんですけど、これが今の私の正直な気持ちです。皆さんからもよかったらコメントなどで応援のメッセージを送ってあげてください。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も皆さんにとって穏やかな夜になりますように。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。